こんにちは、コタです。僕も購入しました。こちら MacBook Neo。 なんとも未来を感じさせるネーミング。事前リークでは iPhone のように MacBook SE になるんじゃないか、はたまたシンプルに MacBook、 いろんな憶測が飛び交っていましたが、実際に Apple が命名したのは Neo。 という言葉には新しい、次世代、再構築、そんな意味があります。この1週間じっくりと使ってみて、このマシンはまさにそんなキーワードが似合うデバイスだと感じました。安さばかりが注目されていますが、これは単に機能とした入門機なんかじゃありませんね。むしろ時代を象徴するラップトップ。振り返ってみれば、スマートフォンが普及してクラウド環境が当たり前に、そして今 AI の時代です。こんなに時代が移り変わっているのに、意外と PC やラップトップってそんなに変化していません。最近はスペックが高ければ全てが速くなる、そういう時代とも少し変わってきました。今日は MacBook Neo の実機レビューを通して、そんな時代の変化、これからのデバイス選びについても語っていこうと思います。それでは始めていきましょう。今回僕が購入した MacBook Neo の仕様はこんな感じ。カラーはシルバー、ストレージは 512GB、 キーボードはタッチ ID タイプを選んでいます。この時代に9万円台からという低価格帯。そしてこの Mac に採用されているのは、なんと A18 Pro という iPhone16 Pro に採用されていたチップ。そう聞くとさすがに低価格とはいえ、それって大丈夫なのって少し不安になりますよね。Neo に搭載されているメモリは 8GB。例えば Adobe が公表しているクリエイティブクラウドを動かすための最低要件はメモリ 8GB。 数字だけ見れば最低限ギリギリです。でも実際に触ってみると、これが予想外にサクサクと動く。例えば Adobe のイラストレーター、Photoshop、こういうプロが使う画像編集ソフトも意外に快適なんです。ギリギリといった感じはしませんね。以前何かのインタビューで Apple の幹部の方が Mac のメモリ制御は効率的だから他の OS の 16GB に匹敵するなんていう話をどこかでされていたんですが、使ってみて確かにそうかもしれないっていう実感があります。もちろん重たいレンダリング作業やマルチタスクには全く向きませんが、それでもグラフィックデザイン、ウェブデザイン、資料制作、データ整理、こういった日常業務は快適にこなせると思います。もはやこの価格帯でも多くのクリエイティブ作業が成立してしまう。これには少し驚きました。そう思うとなんだかNeoを通り越して iPhone ってすごいんだなって気分になります。そしてきっと皆さんが気になっているであろう Canva、Figma、Gemini、ChatGPT、 こういう最近流行りのアプリはちゃんと動くのかということ。安心してください。しっかりと動きます。というよりもこれらのアプリはクラウドベースのアプリ。マシンがものすごくハイスペックだからといってそれに比例して作業が全て速くなるというわけではないんです。意外かもしれませんが、実は重い作業のほとんどをアプリ側のクラウドサーバーで行っています。いわば巨大な工場へ作業を外注している状態。手元のマシンでは簡単な窓口業務のみを行っています。ここが今の時代を象徴する大きなポイント。だから徐々に手元のマシンをハイスペックにしておく意味がだんだん薄れつつあるんです。この流れはグラフィックデザイン界隈では特に顕著ですね。自前の工場で一馬力で戦うよりも、適当なマシンからクラウド工場にアクセスしてみんなで作業した方が効率がいい。そう考える人たちが増えてきました。それは同時にこれまでマシンスペックを必要としてきたミドル層がどんどんエントリー層へと移行しているということ。そういう世界観だと強さよりもむしろフレンドリーさの方が重要になってきます。そんな新しいニーズを満たそうと思った時に、この MacBook Neo は本当にちょうどいいんです。小スペースで扱える愛らしい見た目、美しいディスプレイ、打ち心地のいいキーボード、そして iPhone や iPad とシームレスに連携するエコシステム。クラウドツール全盛の今にぴったりです。なるほど。だから新しい、次世代、再構築、そんな意味を含んだNeoなんだと感じました。とはいえ、じゃあもう強力な自前工場、ハイスペックマシンは必要なくなったのかというと、
全くそんなことはありません。ある一定以上のスペックを求める層にとっては、むしろこれまで以上に強力な投資が必要になってきました。ハイエンド、ローエンド、極端な二極化が今起きているんです。例えばローカル LLM などの大規模データ処理、作風の再現性を保った AI 画像生成、3DCG や VFX などの GPU レンダリング、こうした需要を満たすマシンはどんどんハイスペック化しています。最近の半導体不足、パーツの価格高騰とも相まって、これまで以上に強力な投資が必要になってきました。特に今はメモリが高いんですよね。価格高騰どころか爆騰といった状況です。大きなデータセンター、クラウド工場にリソースが奪われていて、 DDR5 などの一般向けメモリパーツは高止まり。今在庫がほとんど出回っていないんです。さすがに日本政府も DDR5 メモリの備蓄なんていうのはしていないでしょうし、この状況しばらく長く続きそうです。そんな中にあっても Mac の価格は比較的安定しています。それでもこれらの需要を満たそうとなると、やっぱり100万円コース。ラップトップだと MacBook Pro の MAX モデル以上、欲を言えば 128GB ぐらいのメモリが欲しくなります。僕も MacBook Pro 使っていますが、高いラップトップって全然気軽に持ち運べないんですよね。カフェでそのまま置いて席を立つなんていうこともできませんし、持ち歩いて故障でもしたらと思うと、持ち歩くの少し躊躇してしまいます。それならいっそのことデスクトップにしようかなって気にもなってきたりします。 Mac Studio、 はたまた NVIDIA の GPU を積んだ Windows 機、これなら同じ予算でもより強力な環境が作れます。いざとなれば適当なマシンからリモート接続すればいいんです。そうお気づきでしょうか。ここまで来ると、それはもはや形を変えた自前のクラウドサーバー。結局また MacBook Neo がバッチリとハマるんです。 Apple の戦略恐るべし。僕のチャンネルを見てくださっている方なら、その状況 iPad でもいいんじゃないって感じる方いらっしゃると思います。おっしゃる通り iPad は思考の整理や直感的な作業に本当に優れています。App Store のアプリを中心に使う分には全く問題ありませんね。でももっと自由に自分だけのクリエイティブを追求したい人にとっては iPad だと少し窮屈に感じる場面もあるんです。例えばプログラミング。今は AI が全自動でコードを変えてくれるバイブコーディングの時代。プログラミングの知識があまりない人でも、こんなものが欲しいっていうアイデアさえあれば簡単にアプリが自作できるようになりました。それを実現するためにはコンピューターのもう少し奥深いところまでアクセスできる権限が欲しくなります。 Mac にはあらかじめこうした自由な環境が用意されています。 AI を活用して誰もが使う側からオーナーにもなれる時代。こういう時代においてクリエイティブの可能性を広げてくれる自由な環境は大きな強みとなります。これからそんな世界へ足を一歩踏み入れたい方にとっては、この MacBook Neo がいい入り口になると思います。つまり MacBook Neo は初心者にとっては入り口、クリエイターにとっては窓口、どちらのニーズも同時に叶える時代の写し鏡のようなデバイスだと感じました。以上、今日の話いかがだったでしょうか。このチャンネルでは毎日を少しクリエイティブにするヒントをお届けしています。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。